はい、こんにちは、カズモンです。今日はですね、こちら、これね、お客さんからあるものをいただきまして、この中にはですね、これね、約37年前かな、タミヤのホーネットなんですけど、これ復刻版じゃなくて、これ当時もののホーネットいただきました。で、これね、これ見てみて、めっちゃんこ汚いんですよこれもうね、もう当時の遊んだままらしいんで、そのくれた人はもう捨てるような感覚でくれたんですけど、今日はね、このホーネット直してね、動くようにしていこうと思います。で、一緒にね、これその当時使ってたこのメカね、それも一緒に入ってたんですけど、ちょっと動くのかどうかわかんないんですけど、とりあえずこのラジコンを動かせるようにやっていこうと思います。じゃあね、やってきます。はい、じゃあね、これ今回もらった当時もののね、ホーネットなんですけど、もうすんごいこれ汚いんですよ。汚いって言ったらあれなんですけど、ボロボロで、これボディ外すともうこんな感じね。で、これ見て、これモーターも錆びついちゃってるんですよ。もうこれね、もうね、これ今状態がすごくひどいと思うんですよ。で、これをまず掃除したいと思います。じゃあね、やってきます。じゃあね、まずこのボディ水洗いしていこうと思います。これだいぶピッカピカになったんじゃない？これほらねえ次、このシャーシはさすがに水洗いはちょっとまずいかなと思うんで、綺麗に掃除していこうと思います。はい、めっちゃ汚いやばい、ベアリングこれ全然回んない。これタイヤ、こっちが掃除する前のタイヤね。これ汚いでしょこっち掃除したやつ、これね、こんな感じでこうちょっと比べるとちょっと違いが分かるんじゃないかなね。これね、今ベアリングもちゃんと洗浄してね、これほら最初より回るようになったでしょ。さっき全然回んなかったもんねこれ見て、石落ちてきたまだここ詰まってる37年前の石これモーターやばめちゃくちゃ年季入ってる。これ動くんかな、これ汚れが頑固すぎて取れないねやばい、ほとんど取れないはい、じゃあね、これ元々の傷のねあるところ、こういうとこちょっとね落とせなくて、まだね結構年季が入った状態なんですけど、とりあえずねこういうとことかはだいぶ汚れ落とせるとこは落としたんで、じゃあね、この状態でメカを取り付けていこうと思います。はい、メカなんですけど、こちらです。古い受信機と、あとこれサーボが2個で、これ
今で言うと、アンプの代わりになるスピコンって言われてるやつですね。でこれサーボがね2個あって、1個はステアリングで、もう1個は前進後進に使われます。今気づいたんだけど、コネクターが形状が今と違う。これ昔のコネクタだから、古いやつにね今のやつを使うこともできないし、逆に今のやつにこの古いサーボをつけることもできない。これモーターとこれスピコンなんですけど、ちょっと古すぎてねやっぱ動かなかったんで、今回モーターとね、あとはスピコン、サーボとこれね受信機もなんですけど、新しいものを入れていこうと思います。のっちゃん、はい、いらっしゃい。なんかいいメカない？いいメカか。たまたまここに1個あるけど、バラしたやつですけど、こんな感じの。これちょっと使ってもいい？ちょっとだけなら。ちょっとだけなら。はい。はい。で優しく使ってね。はい。はい、じゃあね、これ下の中古コーナーからメカを借りてきたんで、これからのシャーシに取り付けていこうと思います。はい、じゃあメカ積みを終えて、これね37年前の当時もののホーネットが完成しましたね。はい、こんな感じでね。はい、じゃあね早速走らせていきたいと思います。はい、じゃあねこちらのね当時もののホーネット走らせていきたいんですけど、準備してる間にね暗くなっちゃって、軽くね動作チェックで動かしていきたいと思います。じゃあねやってきます。どうこれおお、もう一回もう一回。タイヤ取れた、割れた壊れた壊れたよどういう風にこうだよね。みなちゃん、はいはい。いらっしこれゃい。見て、あれどうしちゃったのこれ。これ壊れた。ジャンプでも飛んだの？これさ、これさ、後ろもこれ見て、これ後ろも割れちゃった。折れちゃってるんじゃないのこれ。今壊したよ取れちゃった。これタイヤ変えないとダメだね。やっぱあれかな、プラスチックがさもう古すぎて劣化したんかな。この車が古すぎるんじゃないのこれ。黄ばんでるよこれ。これ直せる？
オロナイン塗れば治ると思うよ直せますよ。これ何買えばいいの？とりあえずホイール前ホイールと後ろホイールを買っていただければ入ると思いますよ。これはおそらく改造されてると思うので、ワイルドワンのフロントホイールと後ろホイールで治るかと思います。今ちょうど原稿が出てるから使えるかもしれませんね。ワイルドワンのこれこのまま全く一緒に見えるけど、このままいけるんじゃない？おお、これ一緒だね。今風のワイルドワンからね移植すれば。ちょっとつけてみて。今ですか？これ取れるかな。これ自分がやるんじゃないの本当は。まず前タイヤ変えてみますね。はい。ベアリングの内径も一緒ですよ。これはお、フロントつくね。つくね。ねこれ綺麗に壊したね。いやこれ後ろさっき今ちゃんが壊したやん。何やったっけ？後ろも変えます。でちょっとはめてみるね。後ろあれこれ入らない。後ろ入んない。嘘。何かが違う。何が違う？おそらくここの外枠の輪っかがないんじゃない？あ、これよく見るとさ、これ違うね。新設計になって丈夫くなってるかもしれないね。これあれだね。37年前のものと今のもの形が違う。入らない。ここのさハブもじゃあ形が見た目はあれだね。ちょっとはめてみる？どれだ？取れた。ちっちゃい。あ、これはまったよ。はまった？あ、じゃあホイールつく？ホイール。おお、ついたね。これでぴったりつきました。お駆動も回ります。お、じゃあこれあれだね。ホイールとハブ買えばつくってことだね。そうですね。ね。まあタイヤはカチカチだね。タイヤもこれひび割れしてるからタイヤも買わなあかんね。まあこれでいきましょう。わかりました。じゃあじゃあ注文ありがとうございます。はいはい、ということでね、今回はこちらのね37年前の当時もののホーネットね、走らせるために掃除をしてメカ積みをして走行をしてったんですけど、さすがにねこれ37年前の樹脂だともう劣化しててね、やっぱ弱かったみたいで、これねホイール割れちゃいました。ただ今ねタミヤさんから復刻してるバギーシリーズがあるんで、そちらの部品でねなんとか直すことができますんで、今度ねまたその部品が届いたらこの車直してまたねどっかオフロードサーキット行って走らせる動画撮っていきたいと思います。であとは当時もののホーネットね、僕が生まれる前のものなんで今回ちょっと動画でね全然細かい紹介とかできなかったんですけど、今の復刻版のホーネットとこの当時もののホーネットね、何が違うのか、もしね詳しい人いたらコメント欄の方でもね是非コメントをしてください。じゃあねそんな感じで今回の動画いいと思った方は是非チャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。それじゃあねまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。